皆さん、こんにちは。藤井です。今日はタメ口でお話ししていきます。みんな元気？私は今日健康診断を受けてきた。健康診断は病気がないか体に問題がないかを確認するために病院とかで受ける検査のことね。日本では学生の時は学校で毎年健康診断があるし、社会人になってからも会社で受けさせてもらえるんだよね。だんだん年を取っていくと検査の項目が増えていくんだよね。毎年緊張しちゃう。検査って痛かったりするじゃん。血を取ったりさ。ほら、今日も血取ってきたんだけど。だから嫌だなーって思いながら行ったんだけど、無事に終わってよかった。あとは結果が出るのを待つだけだね。みんなは体がなんかおかしいなと思ったらすぐ病院行く？私はね、結構すぐ行くんだよね。それで何もありませんでしたってことが何回もある。例えば、ちょっと風邪っぽい症状が長引いてたりすると、インフルエンザかもしれないと思って病院に行くんだけど、ただの風邪だったりとか、ちょっと頭が痛くて脳の病院に行ってレントゲン取りに行ったりとか、全然何もなかったんだけど、なんか調子悪いなって思ったら、一回ネットで調べるじゃん。そしたらさ、だいたい怖いこと書いてない？例えば、お腹痛いとかって検索するとさ、がんかもしれませんみたいな感じで怖いこと言ってくるじゃん。だから心配になっちゃうんだよね。日本は病院に自分で払うお金が安いからできることだよね。アメリカとかだと救急車呼ぶのに10万円ぐらいかかるって本当？私は救急車乗ったことないんだけど、日本は無料だったと思う。その分税金をたくさん払わないといけないから、どっちがいいのかわかんないけど、これは病院に限らずだけど、みんなは店員さんとかに言いにくいこととかをちゃんと伝えられるタイプ？例えば、カフェで氷なしって言ったのに氷入ってた時とか、私はあんまり言えないんだよね。よっぽど嫌だったり、暇そうなお店だったりしたら言うんだけど、だいたい忙しそうだし、まあいっかってなっちゃう。でも前ね、コロナ、コロナウイルスが流行った少し後に、大きい病院に喉の検査をしに行った。なんか、喉に違和感があって、喉が変な感じがして、ここら辺が腫れてる気がして、小さい病院だと検査できないからってことで、大きい病院を紹介してもらって行ったのね。でも、まだコロナが流行った後だったから、喉に違和感がある人はコロナかもしれないから、みんなと違う場所で待ってくださいって言われたの。で、他の人とすっごい離れた誰も通らないような場所の
カーテンで仕切られたところに連れて行かれて、順番が来たらお呼びします。それまではなるべくここから出ないでくださいって言われたのね。で、絶対コロナじゃないけどなーって思ってたんだけど、まあいいかと思って、わかりましたって言って待ってたの。その時は朝の9時半ぐらいだったんだけど、11時になっても、1時になっても呼ばれなくて、大きい病院だから時間かかるかなと思ったけど、さすがに4時間も待つのはおかしいよなと思って、受付の人にずっと待ってるんですけどって言いに行ったの。そしたら忘れられてたの。しかも全然謝ったりしてくれなくて、ずっと待ってたんですか？もっと早く言えばいいのに、みたいな感じだったの。ひどくない？それから検査してもらったんだけど、病院を出られたのは3時ぐらいだった。あれは自分でももっと早く言えばよかったって思った。それで家に帰ってお母さんに、こんなことがあって最悪だった。もうあの病院には二度と行かないって文句言ったの。そしたらさ、そこ、あなたが生まれた病院だよって、私が生まれた病院だった。確かになんか聞いたことある名前の病院だなって思ってたんだけど、まさか生まれた病院だとは思わなかったよね。ちょっと複雑な気持ちになった。自分が生まれた病院は好きでいたいじゃん。そう、それがあってからは前よりは言えるようになったんだけど、言わないことも結構多い。店員さんの気持ちになっちゃうんだよね。私は本当に仕事ができないのね。そう、レストランでバイトをしてた時もミスばっかりしてたから、店員さんの立場になって考えちゃうの。わかる、わかるよ。忙しいとミスしちゃうよね。みたいな感じで。うちのお母さんは結構言うんだよね。だから、年齢もあるのかな。だんだん年を取るにつれて言えるようになってくるみたいな。わかんないけど。私、今まで大きな手術とかはしたことがないんだけど、前歯医者さんで親知らずを抜いたことがあって、親知らずっていうのは大人になってから生えてくる一番奥の歯ね。歯の矯正するためにまだ生えてきてない親知らずを抜いたの。矯正は歯並びをきれいにすること。そう。だから4本とも抜いたんだよね。しかもそのうちの1本の歯が横向きに生えてたみたいで、結構難しい手術だったんだよね、多分。で、ちょっと若めの先生が私の手術を担当してくれたんだけどさ、手術してる時にさ、うわっとか、あれおかしいなとか言うわけ。そんなこと言われたらさ、怖いじゃん。何が何がおかしいのってなるじゃん。何々大丈夫って思ってたら、ちょっと偉い先生に交代したの。これで安心だと思ったらさ、その先生もさ、あらー、どうすんのこれとか言って目隠しみたいな感じで、目の上にタオルが乗せられてたから何も見えなかったんだけど、ガッ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 とか言って
やばい音がしてて、本当に怖かった。無事抜けたからよかったんだけど、あれは怖かったね。でも病院の先生って本当にすごいよね。手術するようなお医者さんって私なれないなって思う。そもそも勉強ができないといけないから試験に受からないとは思うんだけど、もし受かったとしてもその命を預かる仕事って無理だなって思う。だって自分のミスで誰かの人生を奪っちゃったらとか考えたらやばくない？一生立ち直れないと思う。でもお医者さんはその不安以上にやりがいのある仕事だと思うけどね。人の命が救えるって本当にすごいよね。みんなは日本の病院行ったことある？外国で病院に行くって結構怖いよね。言葉が完璧に分かったらいいけど、病院で使う言葉って日常会話で使わないじゃん。だから知らない単語が多いもんね。海外の病院に私は行ったことないから違いがよくわかんないんだけど、日本と海外両方の病院に行ったことがある人がもしいたら、どんな違いがあるか教えて。ということで本日は以上になります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。そしてメンバーシップをしています。動画のトランスクリプトも公開しているので、もし応援、サポートをしてもいいよという人がいたら、ぜひメンバーシップの参加よろしくお願いします。また次のエピソードでお会いできたら嬉しいです。よろしければチャンネル登録お願いします。